こんにちは、トマトです。今回は最強の支援職話術師である俺は世界最強クランを従えるについて話していきます。本作は数あるナロー系作品の一つですね。現在放送中の2話まで見たところなんですが、正直1話視聴時は大丈夫かなーって思ってたんですが、2話目で一気に面白くなってきましたね。自分は割と好きな作品です。ざっくりストーリー解説をすると、オーバーデスと呼ばれた偉大な祖父を持つ主人公ノイルですが、彼に適性があったのは最弱と評される支援職話術師。そんな彼が最強の組織づくりをすることで最強のシーカーとなっていくというお話です。主人公のジョブが話術師ってかなり珍しいですよね。話術師と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、きっと皆さんも FFT に出てきたジョブだと思います。単体での戦闘能力は低いけど、バフやデバフが得意といったイメージですよね。正直 FFT ではあまり目立たないジョブだったなという認識なんですが、今作ではどうなっていくんでしょうか。この作品いいなと思ったところが、まずオープニングの曲です。オープニングを歌っているのがバンドメイドのボーカル佐伯さんということで、楽曲自体はバンドメイドではなく違う方のものなんですが、佐伯さんの声めちゃくちゃ好きなんですよね。ログホライズン3期円卓崩壊のオープニングですとか、また直近までやっていた夏アニメのグレンダイザー U のエンディングなどがバンドメイドの曲だと特に印象が深いですね。アニメの1、2話を見たところ、1話ですとパーティーメンバー2人に詐欺られてお金を持ち逃げされるというまさかの展開で、話術師なのに逆に詐欺られちゃうのはどうなんだろうと思って見ていたんですが、2話ではその仲間2人を捕まえて、まさかの奴隷として売り飛ばし資金回収をするという展開でしたね。その際に作業を行った金髪の子が顔面崩壊しながら罵詈雑言を吐いてくるというのがすごく印象的でした。裏切った理由も博打でお金を使い込んでしまったからという、まさにクズキャラという印象付けがされていて、この金髪の子はヒロイン枠じゃなかったのかと、びっくりでしたね。どうやら主人公は話術師のスキルだけではなく、合わせて頭脳戦も行っていくタイプのキャラクターということで、必要とあれば容赦ないことも平然とやってのけるダークヒーロー的なキャラ付けなんでしょうか。そういった点ではコードギアスのルルーシュのようなキャラクターになっていますね。ただ2話の最後、脱皮した蛇の抜け殻を見ながら中二病的な独り言を言っていたりとか、全体的にちょっと生きっているところがあったりと、ちょっと癖のある主人公になっています。そこが本作の好き嫌いが分かれるところかもしれないですね。ということで今回は最強の支援職話術師である俺は世界最強クランを従えるを2話まで見た感想について話していきました。3話の予告を見た限り次回から登場する銀髪褐色オッドアイと属性モリモリの子が真のヒロインのようなので楽しみなところです。ここから世界最強クラン設立に向けメインキャラがどんどん登場して盛り上がってくると思うので注目して見ていきたい作品ですね。よろしければコメント欄にてあなたの感想も教えてください。またチャンネル登録、高評価いただけるとすごく励みになります。それでは。